にちは。今回は忍者と殺し屋の二人暮らし第6話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。胸がでかく、なんか今回めっちゃソフトだな。これは商売の予感。何この薄い本の題材になりそうな素晴らしい発明だ。っていいか、ロボコの証拠滅殺能力もすごかったよな。まさか肉体改造されちゃうんか。仕事仲間なのに敵と慣れ合うのもいいんだな。喜ぶかな。ちょっと大きくしすぎですね。赤霊レベルの記入。さっきくらい急激にでかくなってる。ほぼ同じレベルか。おっぱいアニメだった。これじゃ目立って暗殺しにくいな。やっぱ日常生活には邪魔なんだな。私、気になります。そら見るわ。おっぱいで謝るな。 10kg ぐらいありそう。この貝頭おかしくないか。いつもだろ。毎回では。ギャグ的なおかしさは良いんだが、サイコパスが過ぎるのが。巨乳で台無し。クッション代わりにすんな。おっぱいクッション釣れたいるな。やべ、話聞いてなかった。しばらくは見つからないところってどこですか？元に戻るんかね、その巨乳。切除するしか。やはいやいだね忍者。ギャグアニメなら次の話で元に戻ってるのに、おっぱいだけ葉っぱにすれば。もうずっとこのままなのか、先世界にでも行くしかないな。今回はそんなパンチなかったな。殺し屋さん初めての敗北。よくよく思えばこの花沢香菜の声は種崎敦美系を意識しているよな。下乳きた。どうややっぱこの破産エロいな。予告で戻ってる。戻ってるっぽいか。おっぱい吸われたんですね。胸の一部を葉っぱに変えればいい。なんか見たことある絵だな。これ一応シリアスなストーリーものなんだよな。安菜と同じでさとこも色気ねえよな。おまるパイなど不要だろ。世の中全員が貧乳になればいいのに。このアニメちょっとアホなのかもしれない。今更じゃないか。確かによく考えれば。初代から2くらいのデッド・オア・アライブの胸の揺れ方思い出した。爆乳って大変なんだな。アバンで死亡ってさ、また雑に死んだ。巨乳一瞬で死んだやん。1分も持たなかった儚い命。30秒持たない。葉っぱまでの流れが早い。もっとおまるパイを見たかった。雑に消すには惜しいおまるパイだ。せめておまるパイ揉んでから殺そうよ。まだロボコのこと忘れられなくて草。触手きた。こういうのでいいんだよ。不倫あった夫婦みたいな。前の女と比べられるのつらいよね。こいつよりロボコの方が包容力あったからね。パイパイ揺れる音やめて。この爆乳じゃ麻雀もできないやん。一人の人間としてパチスロで生きていく。殺すシーンも省略された。また1分持たね1話で何人も死ぬ。このままかよ。切ればいいよ。ゆで卵は二度と生卵に戻らないんだよ。来週以降も爆乳かよ。え。俺が吸いまくってしぼませようか。どうせ来週になったらなんだかんだ元に戻ってそう。ギャグアニメなら来週になれば元通り。マニュ土流れは得得するしかないな。見え見え。エロい。今日すんげえ普通だったな。普通アバンで瞬殺。お、そうだな。里子の胸を見ながら。なんだったんだ今回の話。父こそがこの世の断り。混入は富であり絶対。盛りすぎた巨乳に警鐘を鳴らす作品は珍しいな。一般作品なのにここまででかちち仕草にこだわるとは。マリンちゃんは思ったより高望みしなかった。マリンちゃんの発明はみんな変な不可能力が付属するのか。フィーリングで作ってるからな。まさかロボコ引っ張った挙句に2人の距離を縮めてくるとは思わなかった。死んでも有能すぎんかロボコ。マリンちゃんロボット作ったり乗ったり大きくしたり何気に能力高いな。実際殺しせずとも発明で儲けることできるからな。ずんどいっぱいのナスビの味噌汁見て捨てるか聞いてたのに、飲んだことありますはちょっとおかしいかなって。基本的に何も覚えてないよねこの子。
リーダーが話中もずっとおっぱいガン見しててダメだった。さくらちゃんキャラデザすごく良かったのに使い捨て悲しいよ。胸の谷前の異次元収納も固有の忍術なのだろうか。なんかやけにやるの遅いからさすがにアニメではカットするのかと思ってたが、やはりやるんだな。次回は戻ってるっぽい。これ来週は何事もなかったかのように戻ってるのか。次週問題の回、基本問題しかない作品だが、今日は倫理観っていうか感覚がおかしい話だった。マリンさんぐらいの父が一番嬉しかったのに、今日も出てこなくて悲しかった。超乳はギャグです。胸収納、そして記入に真剣な回でアニメ史に名を刻んだんじゃないでしょうか。今回6割ぐらいアニオリだったな。で硬いになるのは原作通りだけど、そうなる経緯とそこからの話の筋が変わってた。ババウの忍者もそこまで気にしてなかったし。原作から再構成されてて、この葉視聴者ともに気持ちの整理をつけさせる回だった。本とか。木の葉がロボコを受け入れたのは、里子の無償に腹立つっていうノイズがなくなったからってことで、ロボコとの死別を経て、里子を物ではなく人として見ようとし始めたってことかな。ロボコには情が芽生えたのに、それまで一緒にいた里子にはなぜって思ってたけど、里子の情貯金がそのままロボコに引き継がれて満期を迎えたってことなんかね。で、それを里子が自分で全部ぶっ壊したと。ロボコのことにとらわれているこの葉。ロボコが優秀なのは、里子もいずれ同じ境遇に行き着くのを知り、この葉の心が揺らいでいるのが見えてくる。秘密の共有に同じ布団で眠るのも、すべては君が邪魔をしているのが印象的でした。あの本人の無垢さも相まって全然色っぽくない。何度か言及されてましたけど、圧倒的にノイズすぎますね。映るたびにナンポレを押し付けられてる感。大きけりゃよいってわけじゃないことが証明されました。前回の話引きずってるの意外だった。てっきり何事もなくやるのかと。結構回と回のつながりあるよねこのアニメ。父がバカでかくなる回でギャグだと思わせといて、この破産に対する里子ちゃんの思いはロボコと変わらないことに気づいて距離が縮まる。しみるね。おっぱいも記入まで行くと惹かれないどころか、ただのギャグになってしまうというのがよくわかる1話でした。ただロボコが里子の人格を模していたことで、いずれ里子もこの葉と打ち解けられると思えたのが良かったです。あと、応答の剣の出し方は打てなかな。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。